地球上の皆さん、こんにちは。KEMIO、ケミオでーまだない、実は今、お引っ越し中でーす。ということでみんな泥棒とか色々入ったと思うんですけど、ケミオは新しい家にお引っ越しをすることに決めたんです。そしてですね、もう実は引っ越したんですけど、そんな感じでまだね、前の家はね、色々荷物がこうやって残っててちょっと汚いんですけど、そんなコーナーで今日は新しいお家をみんなに紹介しちゃいたいと思いました。多分みんなはさ、ケミオってマジ引っ越しするねって秒単位で引っ越ししてんだけど、何単位って思ったと思うんだけど、結構ね、引っ越しするのした方なの。うちね、実はね、この人生で初めて自分で一人暮らしをしたアパートメントには、だいたいもうすぐでね、1年ぐらい経つんです、来月で。そんな感じでね、思いのこもったアパートメントだったんです。でもね、なんかあんまり機会がなくてね、みんなにはね、このアパートメントに住んでる時に、なんて言うんだろう、ルームツアーとかできなくて、いろいろ紹介できなくて、あれだったんだけど、今日もう最後になるから、ちょっと汚いけど、ちょっと紹介してあげる。ちなケミオが人生で初めて一人暮らしをした家。私が将来さ、世界的なさ、スーパーなスターになった時にさ、なんかさ、ファンの子とかがさ、あそこケミオくんのさ、初めて人生で住んだ家だ、はい、チーズってやってくれる日があるかもしれないじゃん。何が人生起こるかわかんないよ、本当に。秒単位でさ、地球は回ってくわけじゃんって。1、2、3、ほらこの3秒の間に子供2人ぐらい世界で絶対生まれてるよって、おめでとう。まあ、そんな感じで、ちなここが玄関だったのね、こんな感じで白い玄関って結構ホワイト馬車。大体日本で言うとワンルームだったの。で、アメリカで言うとスタジオって言うんだけど、だからスタジオっていうのはベッドルームとか別になくて、もうリビングと、部屋だけみたいな感じで、こんな感じの部屋でした。すごい汚いよね。もう本当に汚くて、これからね、大家さんに引き渡す前にね、掃除とかいろいろ雇わなきゃいけないんだけど、で、ここにね、テレビがあったの。今汚いけど、これがテレビ台だったんだけど、で、ここにね、大きいミラーがボーンってあって、毎朝こう、私服をね、今日もちょっとね、セクシーな服着てるんだけど、セクシー畑のセクシーセクヤマって呼んで、セクヤマージャニーズにそういうアーティストいたよね。あ、セクシーゾーンだ。で、こちらがキッチンになります。すごい汚いキッチンですけど。でね、ここにはね、お友達とのね、写真がいろいろ貼ってあってね、こんな感じで、みんなで修学旅行行った時とか、東京帰った時のやつとか、テルマちゃんとの写真とか、あとはこれお誕生日かな、お誕生日にみんなが誕生日プレゼントした時とか、あゆちゃんとの写真とか、で、これはそのアメリカで一番の親友の子が、誕生日の時に、こうやって手紙を書いてプレゼントしてくれたの。これは一生の宝物。でね、ここにはね、カセットテープがあるの。お前今時カセットテープなんて聞いてんの？今時さ、iPad も使わねえからうちらって思ったそこの君いるかもしれないんだけど、みんな iPod も使うし、iPhone も使うし、カセットテープも使うの。それが時代。これはね、お母さんがね、亡くなる前にね、残してくれたね、カセットテープがあるんだけど、それをね、たまに元気がなくなったらこうやってスイッチポンってやって消えるの。消えるんじゃなくて聞くの。で、ここに窓が1、2、3、4ってあってね、いざとなったら逃げれますよっていう感じだったんです。で、ここにエアコンがあって、ここがだいたいベッドが置いてあったの。もうベッドは移動しちゃったんだけど、で、こっちにね、みんなついてきて、お願いだからついてきて。駆け足、差し足、おまた足って。そんなこと言ってる暇じゃなくて、こちらがね、クローゼットだったの。結構ちっちゃめなんだよね、このクローゼット。うちにしてはね、うちは洋服いっぱい、買っちゃうようなタイプの人だったから。でもね、まあ、天井は結構、うちの身長でも、ほら、ジャンプしても届かないぐらいで、大体ここもすっごい散らかってるけど、これが大体洗面所で、お風呂がね、この家は一番気に入ってたんだけど、お風呂がこんな感じ、これも汚くなっちゃってるけどね、お風呂とトイレ。で、こんな感じ。なんかね、こうやってね、座ってね、ソファーにこうやって座るとね、いろいろね、結構思い出しちゃったりするんだよね。やっぱり最初アメリカに引っ越してきた時、すごい治安の悪いところで、なんか住んで、1週間で家出たりして、で、また違う家に住んで、今度はなんかルームメイトがちょっといじめてきたりして、だるいなと思って、引っ越すよって言ってバイバイして、で、また引っ越したらさ、今度はなんか、ちょっと揉め事がまた起きて引っ越して、それでやっとこの家見つけて、で、そのさっきも写した写真の写ってる親友が、助けてくれて、英語わかんないと思うから、僕がちょっとアパートメントのマネージャーに僕の友達がっていう感じで助けてくれて、その友達はこの4階に住んでたんだよ。でもその子も出てっちゃったんだけど、そんな感じでいろいろ思い出が毎日遊んだりして、でも辛い時とかもこの部屋で泣いたし、嬉しい時はこの部屋でハハハって笑ったし、なんか、聞こえてる？部屋って。部屋って話しかけてんだから返事しなよって。小学校の時さ、反抗期が来てさ、先生の話全部無視したらこうやって言われたわ。はーい。引っ越しってさ、ちなさ、なんか新しい家だ、フレッシュな気分だ、やばい、もう、インスタ畑だ、インスタ映えだって思ってるかもしれないけどさ、実際マジクソだるいかんね。だってさ、今まであった荷物さ、こうやってさ、全部移動しなきゃいけないわけよ。クソだるいかんね、マジで。
もうイエーイなんて気持ちなんて最初だけだよ。最初の内見だけ。内見行って、あーすごい素敵な絵だ。ここに決めた。ここまで。こっからもう闇。闇だよ。永遠に闇。片付けの闇。もう。闇。なんでこんなもの買ったのとか、もうこれ捨てようかなとか、もうそういう祭り。一生の祭りだよ。もう。今ね、久方引っ越しとかやっちゃうから、ちなね、結構緊張とかしてたんだけど、まあいろいろ決まっても荷物も反動してるから、もうみんなのこと連れてっちゃうから、取りまついてきて。よろみ。行くよ。行くよ。みんな行くよ。3、2、1、てんってやりません、こんなこと。行くよーということで、新居の廊下に着いたんだけど、今から見せるね。いい？みんな覚悟はできた？お邪魔ぷー。あ、曇った。お邪魔ぷー。どうですかーってまだ私の顔しか見えてねえんだよ。てめえ見せるんだったらちゃんと見せろってそこの思ったそこの君。ご覧くださいがー。どうですか？こちらになります。はい。はい。はい。ちょん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 、干物にちょんって。はい。ということでですね、ケミを新居についに引っ越すことに成功したんです。拍手胸笑ということでね、今だいぶ散らかってるんです。まだ引っ越してきて3日目。だからだいたい出産してから4日目っていう感じの、すごいもう全身散らかり畑なんですけど、どうですか？暖炉がついてて、リビングルームなんですけど、こちらがですね、キッチンになります。ご覧ください。キッチンご案内いたします。こちらがキッチンですね。なんて言うんですか、あれ。電子レンジだ。電子レンジがあったりとか、コンロがあったりとかですね、こちらには冷蔵庫っていうね、もう最先端の白黒テレビですかっていうものが置いてあります。こちらにはね、豆腐って書いてある。豆腐大好きですよって。一人暮らししてる人はわかると思うけどね、洗い物ってね、一人暮らししてなくても主婦の方でもわかると思うんだけど、友達になろう。洗い物ってね、もうどんどんだるくなってくるの。朝ご飯作ります。忙しい、行かなきゃ、たまります。昼、ご飯どこで食べます？外で食べます。で、夜帰ってきて作ります。肩疲れた。明日の朝やろうってやって、次の日朝起きたらまた朝ご飯たまるんです。そんな感じでもうどんどん積み木みたいになっていくんですね。そんな時に困った時に見つけたのがこれなんです。自動洗剤食血機。違うわ。自動まあ、そんな感じでもううちには自動があるので、もう自動があるからこその人生がこれから組み立てていかれると思うので、皆さんね、これからね、お困りの方いてましたら、自動を絶対ゲットしてください。ググれ、自動。で、こちらにはね、キッチンすごい散らかってます。もうね、片付ける時間がないんです、最近。で、こちらがですね、ルームメイトの荷物で、こちらがソファー、IKEA でね、買いました。だけどね、10万円もしたんです、このソファー。10万円ですよ。10万円もしたのに、このクオリティって。このクオリティですかって。座り心地かというと、結構良さめなんですよ。で、まだ買ったばっかだからね、こうやってやってもね、全然ね、へこめ、というか、なんていうの、へこまないんです。やっぱりまだ弾力があるから。でも結構いい感じでね、勉強してたりとか仕事してる時にね、こう疲れちゃってベタなーってなってもいいかなーって思えて、カード切りました。10万円になります。で、こっちがですね、ついに私のお部屋をご案内したいと思うんですけど、こちらがですね、私のお部屋です。今、私のお部屋に入ってきたからすごい、フレッシュだから、いきなり画面が白くなってびっくりしちゃったと思うんですけど、こちらでーす。まだベッドも何もできてません。はーい。どんな感じって聞かされてもってこんな感じが私の部屋で、こちらがクローゼットになります。このクローゼットはですね、大体セレブなので、ウォークイン式のね、クローゼットになっておりまして、こうやって、洋服に着替えなきゃ、ありがとう着替えちゃった、って言ってすぐにこうやって出かけられるタイプの、エレベータータイプになっております。でもエレベーターはついておりません。はい。で、こちらがですね、鏡があって、ケミオくんですか？知ってますって言って、こっち見たら、もしかしてケミオくんですか？写真撮ってください。もしかしてこっちもケミオくんですか？写真撮ってくださいって言われる感じの、ケミオくんが3人いるってことで、いい感じです。でですね、こちらがバスルームになります。バスルーム。で、こちらがトイレって感じで閉めます。すごい散らかっててドンビーてると思うんですけど、引っ越しをしたことがあるとわかると思うんですけど、引っ越ししてから2日3日はこの程度です。この程度のクオリティ以外を求めるって方はいましたら、バイバーイ。で、こちらはですね、なんとベランダがですね、こんなに大きい。ほら、見てください。ほら。また行きますよ、こっち。ほら。ほら。こんな感じで運動会ができるんですね、ベランダで。こんな感じでね、なんか今回いろんな騒ぎがドタバタになっちゃったけど、なんかみんな大丈夫とかいろいろコメントとかで応援してくれて本当にありがとうね。ということで、ケミオはもう、2018年入った瞬間に泥棒に入られて、なんかちょっとショックは受けたけど、ショックは受けてないな。なんていうかなんか、面白がっちゃった、正直言うと。怖くて。なんか知ってる？なんかホラー映画とかでさ、よくさ、なんか襲われてさ、なんかさ、怖くなっちゃってさ、おかしくなっちゃう人いるじゃん。あのタイプ系だったうち、初めて分かったんだけど、なんかこう、やめて、お願い、近づかない
っていう感じのタイプだった。ボーンということで、こんな感じの動画になってしまったんですけど、一応みんなにちょっと情報確認をしたいと思って動画を更新しました。ということで、今週の動画見てくれてマジでありがとうね。よかったら、インスタグラムのフォローと、スナップチャットとチャンネル登録をしてくれたら、本当に好きがこぼれ落ちると思います。はい。ということで、みんなにまた来週会える日を楽しみにしてるから、みんなも週末すごい楽しい1週間を過ごしてね。よろみー。バイバイ。